ご視聴ありがとうございます。今回は個人的なおすすめ道具をいくつか紹介したいと思います。いわゆるこれ買っとけ的なアイテム。ただ道具の良し悪しは人によりけり、作業によっても変わってきますし、また同じ種類の道具であってもブランドの好みなどございますから、これがベストと言いたいわけではないです。こんなのあるよとか、こんな使い方で便利だよというのをお伝えできればと思っています。1つ目、PB のマイナスドライバー。スイスの一流ドライバーメーカーである PB、日本においても定評のある同社のマイナスドライバーです。これドライバーとしても優秀なのは当然ですが、違う用途で輝く場面がございまして、先端形状から隙間に差し込んでこじったりするのにとても使いやすいのです。先端形状の比較がこちら。一般的なマイナスは先細りでだんだんとテーパー状に太くなっていくのに対して、 PB は段付き形状となってます。この段部分を対象に引っ掛けることで滑り落ちるのを防ぐことができるのです。例えばこういう E クリップ、一般的なマイナスドライバーでは滑り落ちてしまうのに対して、 PB のマイナスでは少ないテーパーと段のおかげで引っ掛けながら簡単に広げることができます。ピストンピンのクリップを外すのにも使いやすく、ピンクリップ外しは何か良いのないかと模索をし続けておりますが、結局これで外すことも多いです。樹脂部品のスナップフィットを解く際にも便利。テーパーが薄いおかげで隙間に差し込んでも押し戻されにくく、角が滑らかなので傷も入れにくいように感じます。個人的にマイナスを使う頻度というのはだいぶ下がってきてまして、最近はこの PB、 隙間をこじっていることの方が多くなりました。特におすすめしたいのが日本限定とされるクラシックのスイスグリップドライバー。癖なく持ちやすく収納しやすい細身なグリップに何よりお値段が試しやすいです。力の入れやすさは通常のスイスグリップには劣りますが、とりあえずクラシックで PB を試してみて使用感が合うようでしたら順次導入していくというのが良いでしょう。一点、スイスグリップではないオレンジの透明や半透明のグリップがありますが、それらは自然由来の素材を使っているためか、将来的になかなかな匂いを発するようになります。最近はバニラフレーバーが練り込まれておりまして、香りに気を使われてはおりますが、それでも時間が経つと最終的に古酸臭が勝りますので注意が必要です。ただこの香りの愛好家というのも一定数いらっしゃるみたいで、あえて選んでみるのも一つではあります。癖になる方もいらっしゃるみたい。私は勧めないですけどね。 PB のマイナスドライバー、こじる用途にも普通に使うにもおすすめです。 PB の製品は全般的におすすめしたいですね。機会ございましたらお試しください。2つ目、シグネットの薄口アングルスパナ。これは先ほどの PB ドライバーみたいに特殊な使い方ってわけではなく、もう見たまんま薄い箇所やややこしい箇所でそのまま使えるレンチです。メインで使ってくって道具ではないですが、突然のイレギュラーなネジに対応が効くレンチで持っていて助かったことの多い道具。全長は短めな 100mm 前後、厚みは一般的なオープンエンドの半分くらい、先端角度は15度と75度、ひっくり返すことで4通りのアプローチが可能です。この75度の背中の薄さが使いやすくて厄介なネジに使えるんです。隙間にスッと入れて使える。ボルトナットを緩める際の押さえ側で使うにも便利です。良い意味で適当にやってもボルトにかかりますので、見えない裏側のボルトを押さえるのに使いやすく、そして買いやすいお値段も素敵。1本500円くらいで手に入ります。よく使うサイズ数本持っておいて損はないでしょう。イレギュラー対応で全サイズ揃えておくのも悪くない選択に思います。シグネットの薄口レンチ、何度もお伝えしますが見たままの便利さなので多くをアピールしにくいのですが便利な道具です。永遠のサブ工具とは思いますが、機会ございましたらお試しください。3つ目、ボールポイントのヘックス工具。ボールポイントって便利っすよね。普通じゃ回せないネジをちょっと斜めからアプローチができます。
外さなきゃいけない部品をサボって時短になったり、極端な専用工具の代用として使ったり。一般的にボールポイントは L 字レンチの長軸側で持ってる方多いと思いますが、形状からトルクかけるのが難しいとか長すぎて使いにくいってあるっすよね。そこでこれらのしっかりトルクがかけられる系のボールポイント工具がおすすめです。私が使っているのがこんな感じ。ビットの長さ違いに L 字のどちらもボールになってるレンチセット、それから3部のロングビットソケットが3サイズ。一番使っているのはロングのソケットです。ネジ外すとき、緩めるときに使えるようならだいたいこれで作業を始めます。使ってますのは日本のヘックス専用ブランド8さんの製品。全長は 130mm ありまして、なおかつボールポイントですから使用感は決して良くはないですが、ネジを壊したり道具が壊れたりというのはまだ経験をしておりません。6mm のサイズは通常20ニュートンくらい、強い時で30近くかけたりもいたしますが、問題は出てないっすね。時点で L 字のボールポイントレンチ、こちらは新潟ワイズさんのレンチです。メインは短軸側のボールなのでたわみも少なめ、倒れが出やすいので、これまた使用感は難しい類の道具ですが、これに助けられたという経験は多いです。傾向性も良いので、よく知らないものを触るときにはこれを持っていくっすね。ビットは特定箇所に決め打ちで使うことが多いです。長さ、様々サイズ売ってますので、ピンポイントで必要になったのをビットで買い足していってる感じ。ベラと PB、こちらはエスコ扱いのどこのでしょう。その辺を使ってます。ベラはインチサイズもラインナップしてくれてるのが素敵。長さもいろいろ選べてありがたいです。PB は許容トルクを示しているのが良いですね。ビットはソケットよりもスリムになることが多いので、これでしか回せないって場面もございます。融通の利きやすさは3つの中で一番。値段的に揃えやすいというのも良いところです。反面、ビットの付け外しが面倒だったり、トルクレンチにつけるにはアダプターが必要だったりと、使用感は一番好みでないというのもありまして、最後に頼る道具となってます。便利に使えるボールポイントのヘックス工具、これらのおかげで時短になった作業は多いです。扱いは難しいですけど、できたら良いなを叶えてくれる道具たち。厄介なネジで遠回りをしていると感じている方、ご検討いただきたいです。おすすめ道具の3選。他にもこれ良いぞってもの多くありますが、値段なども考慮して選んでみました。これ第2弾もやってみたいですね。皆様のおすすめ道具は何でしょうか。これ間違いないというものございましたら、ぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。